恐竜です。ここ何年かで羽毛恐竜っていう言葉がよく聞かれるようになりましたよね。羽毛を持つ恐竜を羽毛恐竜と呼ぶことがあるんですが、羽毛って言いますけど、皆さんは羽毛と聞いてどんなものをイメージしますか？羽毛布団や寒い時に着るダウンジャケットに使われているようなこんなものをイメージした人が多いかなと思います。これをイメージした人はいらっしゃいますかね？これ実は両方とも羽毛って言うんです。羽毛には単純な毛みたいな作りで、先っぽに細かいモサモサがついてる毛状羽と根っこみたいなやつがあって、そこからモサモサがパサーっと出てる綿羽と、真ん中あたりに棒があって、そこから斜めにパサッと出てて、そこからさらに細かくパサパサーっと枝分かれして、こんな風に網目状になっている生羽の大きく3つがあります。今生きている鳥は体の場所によって綿羽があったり生羽があったりします。一方、恐竜はというと、鳥に近い種類の仲間からは鳥と同じようにいろいろな作りの羽毛を持つ恐竜が発見されています。バタバタと羽ばたくことができたかどうかははっきりしませんが、スイーッと飛ぶことのできるような翼を持つ恐竜もいたそうです。鳥からさらに離れていくと、飛ぶことはできないけど翼を持っていたり、毛状羽や綿羽だけを持っていたりと、恐竜の種類によって羽毛の作りは様々だったようです。化石をよく観察すると、化石に残っている羽毛の跡が見つかることがあります。こちらはカウリプテリクスという恐竜。そしてこちらがカウリプテリクスの化石です。よく見ると、ほら、ここ。羽毛の跡が化石に残っていますよね。このアーキオプテリクスの化石にも、ほら、羽毛の跡がちゃんとあるでしょ？こんな風に羽毛の跡も化石に残ることがあるんです。これは今生きている鳥の生羽です。真ん中あたりにある棒から左側と右側をそれぞれ見比べてみましょう。こちらの生羽は左側と右側で幅が一緒ですが、こちらの生羽は幅が違いますよね。左側と右側で幅が違う生羽は飛ぶために大切な羽毛。この羽毛を持つ恐竜も発見されているんですよ。でも、この羽毛だけあれば飛べるというわけではないんですね。肩の関節の作りによってはバタバタと羽ばたくことができないし、翼を動かすためには胸に筋肉がたくさんつくように胸の骨も大きくなきゃいけない。空高く飛んでも息が苦しくならないような呼吸の仕組みも必要だし、飛ぶってすごいことなんですね。